幾重にも重なり合う宇宙、無限に枝分かれする可能性。その中で僕、和也白波は出会ってしまった。最強の戦闘機を乗りこなすちょっぴり変わった女の子、夏目いざよい。彼女は辺境の組織アームズアライアンスの皇女様。僕たち UPW を悪の組織と思い込み成敗をしにやってきた。でも夏目はルクシオールの捕虜になり、ひょんなことから僕はその世話役になったんだ。最初は怒らせちゃうこともあったけど、少しずつ夏目は僕に心を許してくれるようになっていった。そしてまたエンジェル隊のみんなも彼女を温かく迎え入れてくれた。戸惑いつつも笑顔を見せ始めた夏目。僕はいつしかその笑顔を嬉しく感じるようになっていた。でもそんな夏目の笑顔は無残に打ち砕かれる。夏目の後見人ハチェット公ジュニエブル、奴は夏目の目の前で堂々と裏切りを宣言。皇女としての彼女を切り捨てたんだ。最も信頼していた者に裏切られ、亡命する以外行き場を失った夏目。でも真実を知った彼女が選んだ道は亡命ではなく、僕たちと共に戦うことだった。僕たちは力を合わせアライアンスの部隊を撃退。占領されていたセルダール連合すべての星を奪還することに成功した。そう、夏目は名実ともにエンジェル隊の仲間になったんだ。果てしない物語の時計が太陽に溶かされて皆を刻み出した。星屑との狭間で未来の夢を描いた君の手と共に舞い上がれ、アトムとイボになって眩しすぎる奇跡起こそうよねえ、このまま天使になろう。ドアの空一歩分君とならやっぱり王宮は広いな。よもや敵国の本丸を歩くことになるとはな。運命とは分からぬものじゃ。やあ、マイヤーズ長官、お久しぶりです。ははは、何言ってんの。数週間しか経ってないじゃないか。いろいろありまして、最後にお会いしたのが随分昔のような気がします。そうか、そっちも大変だったみたいだね。そっちも？うん、こっちもちょっとね。まあこの後の会議で話すよ。それより和也、こちらの可愛い子紹介してよ。あ、気安く寄るな。比例あらば長官といえど容赦はしない。やべえシャーベット。まったく。はっ。
そのわらわがアームズアライアンス名手にして惑星ハチェット第25代皇女夏目いざよいじゃ。皇女アライアンスの。そうじゃ。その方図が高いと言いたいところじゃが、今は亡命中の身。特別に許そう。いやー、驚いたな。後でこうなった経緯を聞かせてくれるかい、ここ。驚いたのはこちらも同じじゃん。エデンの記載タクトマイヤーズの話は聞いておったが、世の中聞くと見るとでは随分違うものじゃな。いやいや皇女様、そんなに褒めないでくださいよ。褒めてはおらぬ。まあよい。脳症は爪を隠すということであろう。タクト、では参るぞ。マイルって？今後のことについて会議があるのであろう。わらわもアライアンス代表として出席してやる。早く案内いたせ。はい。さすがですね。マイヤーズ長官を手玉に取るなんて。そうだ艦長、その会議我々も参加してよいのか？もちろんよ。リリーさんは皇女様から離れたくないでしょ。和也くんはエンジェル隊の隊長として同行よ。さあ行きましょう。来たわよリリー。お前たちいつの間にここに？やっぱり王宮が一番。そうね、もう活劇はこりごり。元来妖精族はあまり故郷を離れようとはしないものです。キャラウェイ様、これで残るはソルダム陛下だけですね。そのようですね。陛下はただいま準備中です。しばらくお待ちください。うん、それじゃあ先に席についてよ。マイヤーズ長官？随分深刻な顔をしているが、どうしたというのだ？ああ、顔に出ちゃったか。ちょっとばかし困ったことがね。何なんです？俺がノイエに来た理由なんだけど、実はルーンエンジェル隊に助けを求めに来たんだ。助け？僕たちの？ああ、今エデンでも大きな騒ぎが起きていてね、有事に備えるため君たちに来てもらおうと思ってたんだよ。だけどこっちはこっちでこんなことが起きているとはね。一体何があったんです？ごめん、やっぱり陛下が来てから話そう。気になるな。ではマイヤーズ長官、なんだい？ゲートをどうやって復活させたのかを教えてほしい。ああ、それは大したことじゃないよ。破壊されたといってもいくつかの回路を飛ばされただけでね、直すこと自体に苦労はなかったんだ。ちょっと待ってください。ゲートを直したって言っても壊されたのはノイエのゲートですよ。アブソリュートにいながらどうやって直したんですか？ああ、そうか。そこから説明する必要があるのか。単純な話さ。各宇宙には一つずつゲートがあって、それがアブソリュートのゲートとつながっている。平行宇宙の仕組みについてはこう説明を受けているよね。でも実はこれ理解しやすくするための方便なんだ。実際のゲートは各宇宙とアブソリュートに次いで存在するわけじゃなく、一つのゲートを双方で共有してる、こんな状態なんだ。そうだったんですか？つまりノイエにあるゲートとアブソリュートにあるノイエへのゲートは実は一個体なんだよ。私も知りませんでした。ゲートについて
正確に理解しているものは実はあまり多くありません。マジークでも一部の高位層を除けば皆方便の方で理解しています。なるほど。それでゲートをアブソリュート側から修理し復活させることができたわけだな。そういうこと。ただしゲートが人為的に破壊されたことは分かっていたからね。普通に修理していたんじゃ終わる前にまた壊されかねない。そこで事前に損害箇所を調査し、それら全てを一気に直したんだ。この辺の段取りがちょっと大変だったかな。なるほど。それで3校も気がつく暇がなかったんですね。加えて決戦の最中でもあったしな。3校って？アームズアライアンスの参考塾、今回のノイエでの構想の中心人物です。その辺の情報もしっかり把握しておかなきゃな。悪いんだけどこっちで起こったことを先に説明してもらえる？わかりました。実は。なるほど。まさかノイエ全体を巻き込むほどの構想が起きてるとはね。だけど彼らの目的はノイエを支配することじゃなく、その行動から言ってむしろルクシオールを倒すのが目的だったように思います。はーい、そこまで。陛下がいらっしゃいました。それじゃあサンタローザ、いつものあれやろっか。そうね。せーの、ソルダム陛下のおなーり陛下。お久しぶりです。はいはい。それでは早速精神リンクを。よい。精神リンクは無用だ。陛下喋っちゃってますよ。戒律によってご親族以外とは話せないはずなのに。陛下。世は先の戦いの最中、やむを得ず王家の戒律を破ることとなった。だがこの戒律ははるか古の時、王家を必要以上に崇めんがための偽りの掟。故に今後は沈黙を保つこともない。世の口から直にそなたたちと話そう。陛下。私たちいらない子。お集まりいただいた方々よ、改めて世がセルダール国王ソルダム・セルダールだ。 UPW より参りましたタクトマイヤーズです。マジーク代表キャラウェイです。アームズアライアンス公女夏目いざよいじゃ。 UPW 軍所属ルクシオール艦長ココナッツミルク、並びにルーンエンジェル隊より白波少尉とシャーベット注意です。リリー・シー・シャーベット、七重のご剣よ。妖精剣に込めた我が命、見事果たしてくれたな。そなたこそまこと我らが誇りにして騎士中の騎士、魔を打ち払ったその斬撃、見事であったぞ。もったいなきお言葉でございます。ルクシオール、マジーク、そして UPW の方々にも感謝の申し上げようがない。我が国のみならずノイエを再度にわたり救っていただき、このソルダム慎んでお礼申し上げる。いいえ陛下、皆さんのお力添えがあったからこそ敵を打ち倒すことができました。これは皆で勝ち取った勝利です。そうですね。一人でも役が欠けていれば今こうして顔を合わせることは叶わなかったことでしょう。ではこの勝利をより確固たるものにするため今後の対策について協議したい。陛下。何であろうかマイヤーズ殿。私はこの度のノイエでの騒乱におそらく関係があると思われる情報を得ています。先に発言させていただきたいのですが。よろしいかイザヨイ殿。構わぬ。感謝いたします。では
先ほど我々は参考尺の船が謎の穴に飲み込まれていく様を目にしました。キャラウェイ氏もご覧になりましたね。ええ。私もこの目で見るのは初めてだったのですが、実は同様と思われる事例がごく最近エデンにて報告されているのです。しかもその規模はかなり大きく、天体が丸々一つ飲み込まれてしまいました。天体が？なんと。失礼だが、それはまことか？はい、信用を受ける者からの連絡なので間違いないかと。して、その天体とは星なのか？星といえば星なのですが、エデンにおけるロストテクノロジーの象徴、白き月です。白き月だって？そんな、信じられません。ココ、気持ちはわかるけど落ち着いて。申し訳ありません。白き月といえば、確か前にココさんが働いていた場所。長官、なんだい？その白き月も参考尺同様、あの正体不明の穴に飲み込まれたと。おそらく報告書にはこうある。白き月の横に突然時空の穴が出現。それはみるみるうちに広がっていき、白き月を飲み込んだと。その様はまるで月食のようだったとの報告もある。そしてその直後、穴は塞がってしまったらしい。その月の聖母シャトヤーン様は、研究員である月の巫女たちはおそらく一緒に。現在エデン軍が捜索に当たっている。また UPW も協力を惜しんでいない。朗報を待とう。はい。なるほど。その月を飲み込んだという時空の穴、それが今回我々の見た謎の穴と同一の性質を持つものだとしたら、二つの事例は関連があるのやもしれぬというわけだな。はい。いいでしょうか？なんだい、和也。その白き月の事件と今回の事件、少なくとも同一人物の仕業ではないと思います。その理由は？エデンで事件が起きた時にはノイエゲートは故障していたんですよね。ああ。ならエデンからノイエに移動する手段がありません。和也の申す通りじゃ。エデンとノイエ双方に穴を開けた者がいた。そう考えるのが妥当であろう。どうかな。でもその2社が共謀している可能性はかなり高いんじゃないでしょうか。それらはあくまでも推測です。断定するには情報が少なすぎるでしょう。こうして集まってはみたものの、これ以上議論は進まないようだな。はい。不確定要素が多い以上、相手の出方を待つしかないと考えます。だが再び全動力を止められてはかなわぬ。せめて万全の備えだけはしておきたい。では当面ルクシオールはセルダールに待機いたします。我が軍も警戒態勢を続けよう。マイヤーズ殿、ムーンエンジェル隊を援軍に呼ぶことはかなわぬか？申し訳ありません。先ほど発言しました通り、エデン側でも一大事件が起きています。非常時に備え、ムーンエンジェル隊員はあちらで待機状態にあるようです。そうか、やむを得まい。ではここで一時休憩としよう。和也君、あなたはルクシオールに戻って、私が戻るまでは第三戦闘態勢を維持するようにカーチューさんに伝えて。わかりました。私も妖精剣を返納したら姫を連れて戻ろう。またシャーベットの護衛か。
わらわも和也とルクシオールに戻ろうかの。そうね。ここから先は具体的な軍備の話になりそうだし、夏目さんが退席しても構わないかどうかお聞きしてみましょう。いや、それには及ばぬ。陛下。いざよい殿。なんじゃ。申し訳ないが、貴殿にはもうしばらくここに留まっていただきたい。ナッツミルク殿立ち会いのもと、ぜひお聞かせしたい話があるのだ。そうか。そういうことなら仕方ない。シャーベット、そちだけ先に戻っておれ。何を仰せられます。このリリー、いつ何時も姫のおそばに。リリーよ。はっ。そちに与えた護衛の任は今ここに解く。はっ。え、よろしいのですか。うん。夏目殿をここまで無事に送り届けてくれたこと、心から感謝する。ご苦労であったな。はじゃあ僕たちは先にルクシオールに戻っています。和也、そちの方は別にいてくれても構わんぞ。いいって。とりあえず僕たちには内緒の話みたいだし。申し訳ない。話の性質上どうしても聞かせる人間を限定したいのだ。了解です。じゃあ和也くん、リリーさん、カーチューさんへの伝言お願いね。はっ。ココさんと夏目だけに話したなんて一体何でしょう。さあな。だが我々が聞くのはふさわしくない。総陛下が判断されたのは確かだ。あれこれ推測しても仕方なかろう。そうですね。いや、護衛の任を解かれ肩の荷は下りたが、正直少し寂しくてな。夏目に仕えられないことが。初めは純粋に陛下の命ゆえにであったが、十数日間もお仕えしていれば相応の情愛も湧いてくる。なるほど。でもリリーさん、夏目はもうエンジェル隊の一員です。仕えることはできなくても仲間として付き合えるなら問題ないじゃないですか。確かに。お前の言う通りだ。結局ルクシオールを打ち倒せた者はいなかったようですね。カルバドゥス・カジェル、ベネディクタイン・パイク、そしてジュニアブル・ハチェット。残念ですがテストは終了です。待ってくれ。わしはまだ鍵が諦めきれぬのだ。もう一度わしにチャンスを。いいえ、いけません。すでに結果は出ました。あなた方の中には鍵を手にする資質の持ち主はいなかった。ですからもうおしまいです。くそー。まあしかしテストに合格しなかったからといって何も差し上げないのはお気の毒ですね。鍵をお渡しすることはできませんが、私のテストに参加してくださったお礼として努力賞くらいは差し上げるとしましょうか。なんだ、何をくれるのだ。それを持ってお帰りなさい。帰ることができればですけどね。みんな集まってるわね。夏目、お疲れ。あれ、和也くん、白き月のことはみんなに伝えたのかしら。はい、大体のところは。私もとても信じられません。あの
白き月が消えてしまうだなんて。で、なんか進展はあったんか？ココ？どこから話したらいいのか。どうかしたの？ごめんなさい。とりあえず要点から言うわね。白き月のことといい、三公爵の侵略といい、どうしてそんなことをしたのか、またどうやって行ったのか。結局のところ現時点では真相は何も分かっていない。だからルクシオールもしばらくはここで待機ということになりました。それに伴いエンジェル隊には一時的な休暇が付与されます。マジ？この大切な時に休暇ですか？そうよ。エンジェル隊にとってテンションの維持は何よりも大切ですから。なるほど。できることがない以上、休んで英気を養った方が得策というわけだ。やったのだ！ほんと、ここんとこ戦いばっかで全然休む暇なかったものね。なんだよここ、もったいぶりやがって。いいニュースじゃねえか。まあこれはね。悪いニュースもあるんですか？悪いのかどうか。みんな落ち着いて聞いてね。実は夏目さんがエンジェル隊から外れることになりました。外れ？なったん、やめちゃうのだ。そんな。本当ですか、姫？本当じゃ。おいおいきなりだな。どうしてさ、夏目。みんな落ち着いて。これは夏目さんの都合ではないの。どういうこと？それは。よい、わらわから申そう。実はの、わらわはこの度セルダールの王と婚約する運びとなったのじゃ。あらあら。なった、結婚するのだ。しかも我が君と。おいおいおい、妙な冗談をよせって。冗談ではない。なんだよそれ、年離れすぎだろ。年は関係ない。結婚ではなく、あくまで婚約じゃからな。わらわが長じるのを待ち、それから式を挙げればよいのじゃ。ナッツミルク艦長。何？これは政略結婚ですね。そうよ。現在連合とアライアンスは休戦状態だけど、水面下ではすでに和平交渉が進んでいるの。その中でアライアンスが夏目さんを差し出してきた。どうして？敗戦国だからだ。どういうことなのだ？和平というのは必ずしも平等な立場とは限らない。今回の戦争、連合が勝ちアライアンスが負けたのは明らかだ。ならば負けた側は勝った側に対し反省と従順の意思を示さなくてはならない。そういうことでしょう、艦長。ええ、その通り。そんな、だからってなんで夏目さんを？そうだよ、冗談じゃない。だいたいジュニエブルは夏目のことをもう公女じゃないって言ったじゃないか。あれは彼個人の暴言であって法的根拠はない。アライアンス側はそう釈明しているわ。何言ってやがる、てめえんとこのボスだろが。それで陛下はこの提案を受けたというのか？ええ、公女を差し出すという最大限の標準を向こうが示してきた以上、それを無下にしたら和平に水を差し双方にしこりを残してしまうわ。ただソルダム陛下はそれでも当人の意思は尊重したいと、そのために夏目さんと直接意見を交わしたの。ってことはいざよい、あんたも OK したってこと？そうじゃ。正気か？正気じゃ。迷うことなどない。夏目、それは君の本当の気持ちなの？違うだろ？祖国アライアンスのためを思えばこれ以外の選択はない。だけど、もうよいもうよい。もう何も申すな。夏目さん。わらわは部屋に戻る。今日は少し疲れたわい。
しいよ。このままじゃ夏目があんまりだ。他のみんなだってこんな気持ちで戦いなんて望めるわけない。そうだ、そう言ってココさんに考え直してもらおう。難しいかもしれないけど、この船の中でソルダム陛下に意見が言えるのはココさんしかいない。和也、ロゼル、どこへ行くんだい？ちょっとココさんに言おうが。それじゃあ。夏目の件で行くんならやめた方がいい。あ、やっぱりそうか。やめた方がってなんでさ？僕たちにはもうどうしようもないからだ。艦長に言ったって困らせるだけだよ。そんなん言ってみなきゃ分かんないじゃないか。わかるさ。 UPW の理念から考えれば僕たちは和平を進める方向に動かなくてはならないんだ。そのために夏目が必要だというのなら協力しないわけにはいかないだろう。なんだって？夏目は好きでもない相手と結婚させられようとしてるんだぞ。それをほっとけってのか？気持ちはわかるよ。だけど仕方のないことだ。和平のために犠牲になれっていうのか？夏目がかわいそうだとは思わないのか？思うよ。とても気の毒だ。じゃあなんでそんな冷静なんだ？どうしてそんな冷たくしてられるんだ？じゃあ熱くなっていれば救えるっていうのか？僕だって感情はある。助けられるなら助けてあげたいさ。だけど今も言ったように僕たちは UPW として行動しなくちゃいけない。そうだろう、和也隊長。それに夏目自身がこの状況を受け入れているんだ。だったらもう僕たちには見守ることしかできない。そんな、それじゃまるで和也、あんまり悲痛な顔をするな。その顔はかえって夏目を苦しめる。それじゃ。ロゼル、君の言っていることは多分正しいんだろう。でもこのまま納得するなんて僕には無理だ。もう一度夏目と話をしてこよう。誰じゃ？夏目、僕だけど。和也か。わらわは疲れたと言ったはずじゃが。ごめん、どうしても話がしたくて。入るがよい。いや、話は何じゃ？なんじゃって分かってるでしょ？見当もつかぬ。君とソルダム陛下との婚約の話だよ。それがどうかしたか？うん。夏目が本当はどう思ってるのか、それが気になって。先ほど話したであろう？祖国アライアンスのためを思えば他に選択肢はない。そういうことじゃなくて、夏目自身の気持ちを聞きたいんだ。ソルダム陛下とは今日会ったばかりだろ？だから本当にこれでいいと思ってるのかなって。くどいなあ。何度繰り返させる気じゃ。わらわに迷いはない。和平の礎になれるなら本望じゃ。それが望まない結婚でも？わらわが望むかどうかは関係ない。関係ないなんてそんなことないよ。いいかい夏目、君は誤解されやすい。一見とてもわがままに見える。なぬ？でも本当はそうじゃないってことも僕はすごくよく知ってる。君は誰よりも周りのことを思い、公女らしくみんなの幸せを願ってる。とても気高い精神の持ち主だって。だけどこれは違うよ。いくらなんでもみんなのためだけに自分の人生まで犠牲にしちゃいけない。そんなのひどすぎだよ。ねえ夏目、正直に言って、君はソルダム陛下が好きなわけじゃないだろ？君が結婚したいからするんじゃない。
みんなのために、和平のために仕方なく婚約する、そうでしょ？ダメだよ、そんなの。君自身が報われなさすぎる。大丈夫。政略結婚なんかしなくたって和平条約は結べるさ。ソルダム陛下は名君だ。アライアンスに対してひどいことをするとも思えない。だからそうココさんに言ってみようね。和也、ソチは優しいの。夏目、優しくて、そして残酷じゃ。わらわのせっかくの決意を揺るがしてくる。頼む。もう何も言うな。これ以上苦しみたくはないのじゃ。苦しみだって、やっぱり嫌なんじゃないか。当たり前じゃ。じゃがどうにもならぬ。そんなことは。春、甘いことを抜かすな。今回アライアンスが侵略したのはセルダールだけか？古墳、アジート、ピコ、マジーク、暫定の連合とはいえ加盟惑星をことごとく占領した。これらすべての星に許しを請うには公助を差し出すくらいのインパクトのあることをしなくてはダメなのじゃ。セルダールの王がいくら寛大であろうともそのくらいしなくては収まりがつかぬ。そんな、それじゃまるで夏目は生贄じゃないか。黙れ。その物言いが残酷だというのじゃ。はあ、その通り生贄じゃ。わらわが嫁いでもアライアンスには妹のユズがいる。つまり公女の代わりは他におる。わらわはお払い箱なのじゃ。わかったであろう。それでもわらわは行こうというのじゃ。少しでも祖国の役に立てるなら、それで臣民の安寧が保障されるなら喜んでこの身を捧げよう。何を泣く？夏目、ごめん、僕は無力だ。謝ることはない。国家が相手では当たり前のこと。じゃが今は一人にしてほしい。出ていくのじゃ。夏目、ソチの焼いたクッキーの味、わらわは生涯忘れぬ。セルダール国王ソルダム・セルダール陛下並びにご同行の皆様、ご到着にございます。お主がこの船の代表か？はい、艦長のココナッツミルクと申します。本来でしたら公女ともどもこちらより王宮に赴くところ、ご足労いただき恐悦至極に存じます。正直なとこ、私もそう思うのだが。良いのだ、ロディアック。陛下。こたびの婚約はセルダールとアライアンス、あくまで同列に扱いたい。ならば中立の場を会場とするが必要。恐れ入ります。公女の支度はできておるが。はい、ご案内いたします。
なんとかならねえのかよ。そうですわね。陛下はお優しきお方。姫がお幸せになられることを信じるほかあるまい。そんな。いや、リリーの言う通りだ。両国の平和のためにはこの婚約は不可欠。冷たいようだけど仕方がない。てめえ、よくもそんなこと。アジート少尉、静かになさい。頼む。もう何も言うな。これ以上苦しみたくはないのじゃ。苦しみだって、やっぱり嫌なんじゃないか。当たり前じゃ。じゃがどうにもならぬ。ソルダム陛下、ご入場です。一同敬礼。セルダール連合代表ソルダム・セルダール国王陛下、並びにアームズ・アライアンス盟主夏目いざよい公爵殿下御両方、本日結婚の約をなすための納采を行われます。引き続き供物の神邸へと参ります。うお、すっげえ豪華。キンキラリンなのだ。こら二人とも厳粛ですのね。はい。夏目、まっすぐ前を向いている。どうして君はそんな顔でいられるの？本当は泣きたくてたまらないだろうに、今すぐにでも逃げ出したいだろうに、どうして？でもなった、あんまり悲しそうじゃないのだ。我慢してるのよ。だが眉一つ動かないというのは、ひょっとしてまんざらでもねえ。まさか。静かに。いよいよ契約の儀だ。あれが婚約の。ああ、契約書だ。あれにサインしたらもう。本当にいいのかよ。なった、考え直すのだ。もう無理だよ。今さらサインを拒むわけにはいかない。そうなのだ。カズヤ、ナタンが言っちゃうのはもう絶対なのだ。絶対。そっか、もうダメなんだ。結局何もできなかったな。本当に僕は無力。天地神妙にかけ、我が心とこしえなることをここに誓う。ねえ、あれ見てください。夏目さんの手。あ、震えてる。やっぱりか。そう、やっぱりだ。一見平気に見えるけど、気丈に振る舞ってはいるけれど、でも間違いない。夏目は泣いている。和也。おい、和也。ちょっと待った和也。そうだ、今はっきりと分かった。僕は夏目が好きなんだ。いつの間にか好きで大好きでたまらなくなっていた。もう遅いのかもしれない。僕は無力なのかもしれない。でもそれでも
この婚約は間違っています。和也、これは公女のお気持ちを無視した歪んだ契約です。即刻中止してください。バカ。何を抜かすか貴様。セキュリティ。はい。少尉、失礼します。夏目、諦めちゃダメだ。たとえ公女であろうと、みんなのためにずっと泣いて生きていかなきゃいけないなんて、そんな悲しい決まりは絶対にない。和也、なんたること、あってはならぬ不祥事だ。スミルク殿、この責任をどう取るおつもりか。和也君。こら、聞いてるか。私は今 UPW としての責任をだな。よせ、ロディアック、めでたい席ぞ。ああ、これは失礼。ともかくさっさと続けよ。どうした、早く再開せい。それがそうもいかぬらしい。え？見よ、公女が気を失われている。夏目、いささかショックが過ぎたご様子。どうであろう。今日のところはここまでとしては。いや、しかしさすがに儀式を途中で切るわけには。ほう。では未来の妻を叩き起こせと。いやいや、わかりました。ではな、スミルク殿、そういうことだ。次こそ粗相がないようにな。承知いたしました。では失礼しよう。はっ。敬礼。ここ演奏よ。ココさん。具合はどう？具合？まだ少しズキズキしますけど、でも大丈夫です。そう。婚約は延期になったわ。本当に？夏目さんの具合が悪くなったの。でも回復に時間はかからないでしょうから、早ければ明日にでも。ねえ、和也くん、どうしてあんなことを？ごめんなさい。でも言わずにはいられなかったんです。夏目は本当は結婚なんてしたくない。一生懸命平気そうに振る舞う彼女がかわいそうで切なくて。やっぱりそういうことなのね。はい、僕が叫んだって何も変わらないことは分かってました。でもそれでも我慢できなかった。無力な自分を言い訳にして何もしないでいるなんて、そんなのとても無理でした。参ったわ。和也くん、あなたを夏目さんの世話役にしたのは失敗だったようね。すみません。一つだけ聞いておくわ。あなたは UPW の顔に泥を塗り、近く軍法会議にもかけられる。それでも自分のしたことに後悔はない？はい、ありません。そう、わかった。それを聞けば十分よ。ココさん？待ってなさい。あなたの仲間を信じて。
ココさん。ココ、どうだったのだ？和也くんなら心配ないわ。怪我はしてないみたい。そうですか。だが、何らかの処分は下されるのだろう。ええ。あれだけの騒ぎを起こした以上、不問というわけにはいかないでしょうね。よくて体調降格。ひょっとしたら、太陽首ということも。そんなの絶対嫌なのだ。そうですわ。夏目さんだけでなく、和也さんまでいなくなってしまったら。ああ、大 NG だ。ココ、おめえの力で何とかしろよ。無茶を言うな。それでは UPW として連合に示しがつかない。うっせえな。じゃあ和也がクビになってもいいってのか。自業自得だろう。あんな場所であんな発言をするなんて、いくらなんでも馬鹿げてる。なーにーてんめ、もう許さねえ。よせ、アジート少尉。そうです。喧嘩したって始まりません。ロゼルさん、和也さんは夏目さんのためを思ってやったんですわ。そうなのだ、仲間のためなのだ。そんなのは分かってるさ。だけど、それで許されるわけじゃない。いやね、空気が重たくて、こんな時はバカンスにでも行ってパーッとしたい気分だわ。バカンスですか？おいおい、何能天気なこと言ってやがる。そうなのだ、それどころじゃないのだ。さすがの私たちも今そんな気分にはなれませんわ。そう、あなたたちはそうよね。館長？バカンスといえばホッコリーが近いのよね。あの星にはまだ未開拓の無人島も数多く存在するとか。そこに逃げ込めば人目につかずに過ごせるんじゃないかしら。そう、誰にも見つからずひっそりと。いいわね。私も行ってみたい。和也くんもあんな騒ぎさえ起こさなければ行けたかもしれないのに、かわいそうに。それももう叶わないのね。まさか。そういえば無人島のデータベースはブリーフィングルームにあったっけ？でも誰も行く気がしないんじゃ関係ないわよね。いけない。和也くんの映像、急ごしらえだけあってセキュリティが甘いんだった。せめて鍵くらいは電子ロックにしておかなくっちゃ。ココさん。ああ、やることいっぱいね。バカンスなんてとても行けそうにないわ。聞いたな。聞きました。なのも聞いたのだ。バッチリですわ。本気か？私たちは決戦に備えてテンションを上げておく義務がありますわ。はい、悔いを残したまま戦いなんてできません。だけど UPW としては。少尉、これは UPW としての行動ではない。そう、あくまでも仲間としてだな。なのだ。ここは宮殿なんじゃ。夢か。おやおや、夏目様。
いかがなさいました？嫌じゃ、もう嫌じゃ。何がお嫌なのです？何もかもじゃ。わらわはもう工女やめる。落ち着いてください。大丈夫。私はいつだって夏目様の味方ですよ。これは思い出。さあ、このジュニエベルメにお話しください。何故工女をお辞めになりたいのです？工女でおるとな。はい。工女でおるとみんながわらわを見てくれぬ。何をおっしゃいます。そのようなことはございませぬ。遊び相手が欲しいのですか？それでしたらこの私めが。違う。みんな工女ばかりを見て夏目を見てくれぬ。夏目は夏目じゃ。工女ではない夏目なのじゃ。誰もそれを分かってくれぬ。なるほど。さようでございましたか、夏目様。このジュニエベル、あなた様のお気持ちは痛いほどよくわかります。まことか？ええ、私もまた生まれつき人生に意味を与えられた男ですから。それはどういう意味じゃ？よくわからぬ。つまりはあなた様の仲間ということです。はあ、そうか、仲間か。はい。では本当にわらわの気持ちを分かってくれるのじゃな？もちろんでございます。騙されるな。ジュニエブル、よくもわらわをたばかったな。そちはそう言いながら工女であるわらわに取り入っていただけなのじゃ。仲間とな、ようも申した、この妖術使いめ。そうだよ、その通り。工女じゃない君に何の意味がある？ねえ、夏目。世の中には2種類の人間がいるんだ。生きていることに価値がある人間と、全く価値のないクズ野郎。君は幸せにも工女という価値を与えられて生まれてきた。生まれながらにして前者になれたんだ。これ幸せだと思わない？黙れ！工女の背負う責任の重さ、そちには分からぬ。責任？そうだね。さぞかし重いんだろうよ。本当の自分を見てほしくて、やっとそれを手に入れかけたっていうのに、結局工女の自分を捨てきれない。いや、ご立派なことだ。うるさい！おっと、怒るのはナンセンス。人は与えられた定めには逆らえない。それを知ったなら大人になったってことさ。誰じゃ、こんな夜中に。シャーベット？まったく、今何時だと思っておる。帰るのじゃ。わらわは気分が優れぬ。何を突っ立っておる！はよ帰れ！姫。なんじゃ！先に非礼をお詫びいたします。は？誠に申し訳ございません。一体何の話じゃ？ごめん！もう10時を回った頃かな。じきに明日になる。寒いのですか、少尉？いえ、大丈夫です。そうですか。申し訳ありませんでした。え？緊急のこととはいえ、少尉に危害を加えてしまい。ああ、いいんです。お仕事ですし、
それに僕が悪いんですから。本当にすいません。こっちこそ夜通しの見張りをさせることになっちゃって。それはご心配なく。こう見えても自分は夜に強い人間でして、学生の自分よく本がは徹夜でうちのマンションちょっとどうしたんですか？ちょっと大丈夫。魔法で少し眠っていただいただけですわ。カルーア、アニス、それにナノまで。声がでけえ。静かにするのだ。何してんの？見りゃわかんだろ。脱獄の手助けだ。ここをこうすり。おし、開いた。ココの言う通り余裕だな、こりゃ。ココさん？まさかココさんが脱獄を？いや、ココは関係ねえ。あくまで私たちの独断ですわ。なんだって？いいから風よ、早く出るのだ。そんなまずいよ、脱獄なんて。和也さん、お願いです。ナッタンを助けられるのは和也しかいないのだ。夏目を助ける？ナノ眠りの魔法はすぐに解ける。さあ早く行って。だけどどうして？説明は後だ。いいからついてこい。ストップ。よし、行ったな。こっちだ。ここは格納庫じゃないか。和也さん、よく聞いてください。今リコちゃんがシャトルの用意をしています。そしてリリーが夏目を連れてくる。ここまでいやわかるよな。まさか夏目を連れて脱走しろっていうの？はい、そうです。そんな無茶だよ。無茶は承知だ。和也さん、今ならこのまま何事もなかったように演奏へ帰ることもできます。でもそれでは夏目さんは救えない。明日にも婚約させられてしまいます。そりゃそうだけど。時間はありません。和也さん、決断を。おい和也、おめえ何のために待ったをかけた？牢にぶち込まれてまで叫んだあの意味は何だったのよ。たった1日だけどあれでチャンスができたんだ。やるなら今この瞬間しかねえんだよ。そうだ、夏目は泣いてた。その夏目を助けられる可能性があるとしたら 1% の確率でも救えるとしたら。分かった、シャトルに行こう。和也さん、こっちだ。遅かったな。姫はすでにシャトルの中だ。リリーさん。和也、姫の護衛役お前に託す。あの場面で待ったを入れるその勇気、私には真似できん。お前こそ姫のナイトだ。行け。はい。夏目。和也さん。リコ。出発の用意は全て整えておきました。こちらが逃亡先の候補となる無人島の座標。そしてこの中に食料も入ってます。すごい。他にも思いつく限りのサバイバルグッズを積んでおきましたから、どうか無事に逃げてください。うん、ありがとうリコ。それではさよなら。みんな中の状
準備は完了です。コンソールに向かいます。急げ、時間がねえ。整備班はまだ眠っているか？はい。でもじきに魔法が。こらー！ちょっと何やってんねん。あー、切れてしまいましたわ。俺に任せろ。おらおらおら。うわ、アニさん。どけどけどけ。何しやがる。消火器はおい野郎ども、さっさと止めねえか。数が多い。リリー、そっち行ったぞ。承知。うわ、ここは倒産。桜庭少尉。はい、ハッチ開きます。おのれシャーベ。ここはどこじゃ。何事じゃ。なぜわらわはこんなとこに。和也。やあ夏目、起きたんだね。一体何をしておる。何って言うなれば駆け落ちかな。なんじゃと。夏目、君はソルダム陛下と結婚したくはないんだろ。僕もさせたくないんだ。だから駆け落ちしよう。待て。落ち着け落ち着くのじゃ。夏目こそ落ち着きなって。シートベルトして揺れるから。何を言うておる。いいからエンジンを止め。わらわは駆け落ちする気などもとないだろうね。だから強引に連れて行く。たわけ、このままではお主も破滅じゃ。これは拉致じゃ、誘拐じゃ。捕まったらただでは済まぬぞ。だから早く座って。お主はエンジェル隊の隊長じゃろ。その地位も今の生活もこんなことをしたら全てパーになるのじゃぞ。それどころか一生お尋ね者じゃ。それでもいいのか。いい。僕は君のために全てを捨てる、その覚悟でいるんだ。だから夏目、お願いだ。僕についてこい。和也、この放蕩け者が。やれやれ、行っちまった。無事に逃げてくださるといいのですけど。あとは運を天に任せるほかあるまい。すっげえ数のセキュリティ。まあ、こんなにいたんですわね。囲まれたな。プディング少尉。はい。発信は成功したが我々は捕まった。そちらがバレるのも時間の問題だ。返信を解いてもいいぞ。了解。では諸君、お縄につこう。なんてことだ。イカれてるよ、ほんと。いや、ブレイブハート、君のご主人様は君を置いて行ってしまったぜ。僕もついていけそうにないけどね。システムに問題なし。よし、このままいける。
信じられんおの子じゃ。ごめんね。今さら謝るな。ここまで来たらもろともじゃ。とことん付き合うてやるわい。うん、ありがとう。礼を言うのはまだ早いぞ。逃げ切れるとは限らんのじゃからな。だいたいどこに逃げる気じゃ。そこの端末取ってくれる？これか？うん。ここにリコが無人島の情報を入れてくれてるらしいんだ。なんじゃ、桜場まで来るか。いやー、なんかエンジェル隊全員協力してくれたみたいで。呆れた連中じゃ。あ、どうした？まずい、ルクシオールからミサイルだ。なんじゃと？やっぱり見逃してはくれないね。しっかり捕まって。シャトル、威嚇攻撃を無視。7時方向にスピードを上げていきます。腹嫁が女性を横取りされたのは初の経験であるな。困りました。一体どうしたら。ではありません。一大事ですぞ。何としても止めていただきたい。しかし皇女様が乗っているとなると撃墜するわけには。困った困った。2発目が来ない。威嚇だけだったみたいだ。わらわが乗っているからじゃ。ありがたく思え。はいはい、今のうちに上陸先を検索しよう。え？どうした？第一候補がホッコリーだ。ホッコリーとは確かセルダールの衛星であったな。うん、ここからでもすぐ行ける。そんな近くでは見つかってしまわぬか。待ってて。ホッコリーには未だ未開拓の無人島が多数あり、衛星からの監視はほとんどない。なるほど、東大元暮らしというやつじゃな。ここはリコを信じよう。このままセルダールの裏側に向かう。ルクシオールからの死角に入ってそのままホッコリーに上陸しよう。了解じゃ。未開じゃ。何もない。そりゃあ無人島だからね。こんなところに住めるのか？リコがくれたサバイバルグッズを見てみよう。サバイバル。うわあ、いろいろ入ってんな。筆記用具、ティッシュ、ハンカチ、ビニール袋、ロープ、水筒、ナイフ。どうした？いや、なんでもない。食料に雨具、携帯型コンロ、飯盒、救急箱、着替え、寝袋、テント。テントがあるか。それは良い。使ったことあるの？白兵戦の演習時には欠かせぬものじゃ。ああ、陣中テントね。それとはちょっと違うと思うけど。よし、はい、これ。なんじゃこれは。テント。なに？この布切れがか？こんなものに人を入れるのか？2人用だからね。多少狭いのはしょうがないよ。わびしいのう。まあよい。では春としよう。あ、手伝ってくれるんだ。当然じゃ。もはや運命共同体。ふんぞり返っていっても始まらぬ。ありがとう。それじゃあ引っ張るからそっちを押さえてて。よいせっと。あ、ごめん。ふたわけ、きつく引きすぎじゃ。でもこのくらいは貼っとかないと。
他の仕事はないのか？そうだなあ。じゃあそこの杭を打っといて。杭？ほう、これじゃな。そう、ちゃんと打っておかないとテントが風で飛ばされちゃうからね。このハンマーを使ってしっかりお願い。よし、では参るぞ。てい！足を打たないように気をつけて。分かっておる。てい！どりゃ！全然沈まんぞ。ダメだ、力がなさすぎる。ああ、夏目、やっぱそれもいいから。つまずいた。はりゃ。はりゃにゃにゃにゃ。つい寄りかかってしまった。わらわのせいで全開じゃ。いっていって、こんなんまた立てればいいんだし、よくあることだよ。すまぬ。それより怪我はない？大丈夫じゃ。他にできることはないかの？そうだな。それじゃあすぐそこに池が見えるから、あそこから水を汲んできてもらえる？おお、飲み水の確保か。それは大事じゃな。携帯用タンクはこれね。わかった、入れてこよう。やれやれ、ようやく元に戻ったぞ。夏目、遅いな。夏目、水は？すまぬ。え？タンクを落とした。なんという低たらく。わらわのせいで。ああ、大丈夫大丈夫。非常用の水ならもともとあるし、タンクだって代わりはいくらでも見つかるさ。日が落ちる前に戻ろうね。はい、卵スープ。熱いから気をつけて。温かい。厨房がなくてもそちはうまいな。いや、これはレトルトを温めただけなんだけど。わらわは足を引っ張ってばかりじゃ。本当に何にもできぬ。夏目、世話をかけるの、和也。いや、僕の方こそごめんね。あのまま婚約していれば少なくとも裕福には暮らせたはずだ。それを無理やり連れてきた。しかもこんな何もない無人島に。僕さ、どうしても夏目を助けたかった。平気なふりをしている君を見てどうしてもほっとけなかったんだ。でもやっぱり勝手すぎたかもね。え夏目、君はどう思ってる？あのままルクシオールにいた方がマシだった？いや、わらわは嬉しかった。本当に？本当じゃ。ソチが優しいのは知っておる。じゃがわらわのためにここまでしてくれようとは。大切なものすべてを捨ててまでわらわを助けてくれるとは、正直そこまでされるとは思わなんだ。初めてなのじゃ。誰かにそこまで大切にされたことはこれまで一度もない。じゃから本当に感動した。嬉しかったぞ、和也。そっか、よかった。本当によかった。ありがとう夏目。正義を掲げた心を
第一次テスト合格。第二次テスト合格。第三次テスト合格。第四次テスト合格。素晴らしい。あなた方は見事予選を突破いたしました。その栄誉をたたえ、本戦の会場へとご案内いたしましょう。ここはあなた方にとって未知なる空間。お足元には十分ご注意ください。次回ギャラクシーエンジェル2無限回廊の鍵最終章無限回廊。さあおいでなさい。私はここで皆さんをお待ちしております。